いよいよ基礎コンクリート挫折の日がやってきました。基礎コンクリートといっても厚さはたったの10センチで、その上にブロックを1段並べるといった簡単なものです。大変な作業なので今日は助っ人が来ています。彼とは友人を介して一度会ったきりなんですけど、私たちのこの計画に共感してくれて、ぜひ手伝わせてくれって、わざわざ韓国から飛んできてくれたんですよ。この彼、実は昨年、一月半かけて、日本をママチャリで縦断した強者で、体力のいる今日の作業にはうってつけの人材です。とはいえ、素人の私が水準をとって枠を作り、その中にミキサー車でコンクリートを流してもらうので、結構緊張しています。はじめは家も小さいんで独立基礎でやろうと思ってたんです。独立基礎っていうのは柱の下に基礎を置く簡単なやり方です。住むことを決めてから知ったんですが、種子島はシロアリがすごいんです。独立基礎だと、床下が土なんでどうしても湿ってしまうそうなんです。木が湿るとシロアリがつきやすくなってしまうそうなので、コンクリートを全面に敷くベタ基礎にすることにしました。ベタ基礎にすると費用はかかりますが、湿気を防ぎ建物の歪みも少なくなります。そしてここは台風の風も強いので、ベタ基礎にしてよかったと思っています。ベタ基礎にするにあたって4トンのミキサー車が上がれるようにスロープを拡張しました。ミキサー車から直接基礎の中に流し込んでもらう予定でしたが、初めは上がりきれず、一輪車でピストンすることになりました。少し運んだところで車体が軽くなったので、再挑戦してもらったところ、上がりきることができました。いや入れます？入っていい？はい、いいよ、いいよ。いやあのまま一輪車で運ぶのかと思うと気が遠くなってたんですが、この時は本当にほっとしました。一番喜んでたのは一輪車で運んでた彼でした。自分たちで家を建てるって決めた時、結構簡単に考えてたんです。小さな小屋ぐらいは建てたことあったんで、それよりちょっと大変だなぐらいにしか考えてなかったんです。ところがいざ始めてみると、今回の基礎作りだけをとっても、まずどんな基礎を作るのか。例えば今回なら、ベタ基礎にすると決めたので、4頭のミキサー車が上がらなきゃいけないので、まずスロープの拡張のこと。それからコンクリートをどこで頼んだらいいのか。どれぐらいの量が必要なのか。あとは作業にどんな道具が必要なのか。またそれをどこで借りるなり調達するのか。それから今回はコンクリートなので、天気のことも考えなくてはならなかったです。バックで。違う人？あ。
あれから3日経ちました。途中雨も降りましたが、しっかり固まりました。もう猫の足跡もつきません。今日はこの上に基礎ブロックを乗せていきます。基礎ブロックの上には大引きといって、床を支える重要な部材が乗ります。なので慎重に、狂いがないようにミリ単位で調整していきます。いいはいよ。暮らしをシンプルにしたかったので、家もとても小さいです。2人と猫2匹が住むだけなので、床面積も12畳ほどしかありません。小さいながらもゆったり暮らせる工夫をしました。天井は高く取り、ロフトを作ったり、大開放の扉を作り、外との境目を感じないようなデザインにしました。私たちの考えるシンプルに暮らすっていうのは、まず物が少ないこと。住む場所も必要最低限の大きさで、金銭的な豊かさを追い求めるよりも、時間を大切にし、心にゆとりのある生活をすることです。皆さん、大草原の小さな家ってドラマご存知ですか？アメリカの開拓時代のある家族の話なんですけど、開拓時代なので、物もなくて暮らしは豊かじゃないんですけど、なんかみんな未来への希望に向かって生き生きとしてるんですよ。厳しい自然の中で互いに助け合う姿や、自然と共に生きるところなど、生きる上で本質的に大切なことを教わった気がします。お父さんのチャールズ・インガルスがめちゃくちゃかっこよくて、家族と一緒に家を建てるんですけど、その印象が今でも残ってるんじゃないかなと思います。その前にこっちに二人で家を建てるって言ってましたけど、今回も助けてもらいました。本当にありがたいことです。ちょっと滑るのだけ気をつけたらね。うん。はい。ご視聴ありがとうございました。よろしかったら高評価、チャンネル登録お願いします。ではまた次回をお楽しみに。